今回のテーマは東京23区の鉄道空白地帯。駅が多すぎるこの街で、なぜか駅から遠い場所をあえて探しに行く。こんにちは、検証交通チャンネルです。今回は東京23区鉄道空白地帯ということで動画をお届けします。23区に空白なんてあるのと思うだろう。でも実は駅が密集しているからこそ、駅と駅の隙間が目立つ。今日はその隙間に足で踏み込む。スタートは渋谷。ちなみにこの企画、23区としては第2弾。第1弾をまだ見てない人はぜひそちらも。東京の空白の見方が変わる。まずは渋谷駅の地下。渋谷といえばかつて渋谷ダンジョン。工事、仮設通路、ルート変更。慣れていないと普通に迷う。最近は整備も進んで、以前ほどの混沌が落ち着きつつある。ただし初見にはまだ厳しい。結局頼りになるのは案内板。看板の指示に従うのが最短ルートだ。この改札から複数路線へアクセスできる。狙いは3番、4番線、東急東横線。ちょうどホームに電車がやってきました。こちらの電車に乗車します。空白地帯へ行くのに、まずは鉄道で移動する。ここが面白いところだ。高密度の都心から少しだけ距離を取る。ただいま電車から降車いたしました。所要時間は10分ほどでした。東京の10分は街の表情を変えるには十分な距離だ。ここからは鉄道だけで完結しない移動が始まる。そしてこの駅から最初の鉄道空白地帯へ向かう。空白への入り口になる駅、その答えは自由が丘駅。東横線と大井町線が交わるジャンクション駅。人の流れが多く、駅前も賑やか。空白地帯までは歩くとしっかり遠い。だからバスを使う。駅前ロータリーのバス停で待機。この駅前バスが空白地帯の生命線になる。来たのは東急バス。シルバーの車体に赤い帯。この1台が今日の目的地へ連れて行ってくれる。自由が丘駅前を出発。都会の駅前を離れ、住宅地の方へ滑るように進んでいく。自由が丘からバスで約15分。たった15分で駅が近い世界から駅が遠い世界へ切り替わる。そう、この辺りが最初の鉄道空白地帯。まずはバス停の名前を見てみる。東深沢小学校。周囲を観察する。空白地帯って言っても荒野じゃない。閑静な住宅地だ。この左手の建物が東深沢小学校になるのかな。奥側はこれは公園かな。駅前の賑やかさではなく、住む街としての落ち着きがある。どうやらこちらも公園でなく学校のようでした。ここで地図を広げてみる。見えてくるのは各駅からの絶妙な距離感。この空白地帯、住所で言うと世田谷区深沢、東横線、大井町線、田園都市線。強い路線に囲まれているのに歩くとなかなか遠い。これが空白地帯の本質だ。路線があることと駅が近いことは同じじゃない。さっきの自由が丘まで歩けば30分クラス。交差点の表示に深沢。周辺は住宅街。渋谷のような目的地としての街ではなく、ここは暮らすための街。静かで落ち着いている。先ほどの自由が丘方面のバス停がありますので、ちょっと時刻表を見てみたいと思います。自由が丘の他にも目黒駅と都立大学駅まで行けるのか。ここのバス停は自由が丘駅方面。時刻表を見てみる。運行頻度はかなり高い。特に朝のラッシュは超高頻度。この時間帯に厚くするのは、つまりこの町に通勤通学の大きな需要があるってことだ。都立大学方面はだいたい3分の1ぐらいの本数ですかね。この辺りを案内板で確認すると周辺には学校が多くあり、さらに北方向には駒沢公園があるようだ。この世田谷小中学校沿いを少し歩いているんですが、この辺りも、静かな住宅地という感じです。緑道が現れてさらに静けさが増す。車の音が少し遠のいて空気が落ち着く。そのまま緑道を進むと
一転賑やかな場所へ出た。沿道は集合住宅、そして商業施設。人が集まる理由が景色に出てくる。この通りを少し歩いてみたいと思います。この辺りが深沢の中心に近い OB なのかもしれない。さらに進む。車と人の動線が増える。ここは駒沢公園通りという名称がついてるらしいです。どうやらこの先に駒沢通りというのがあって、その辺りがこの深沢地区の交通の中心となるようです。バス停を発見。ここに深沢不動というバス停がありました。行き先を見ると渋谷駅、成城学園、梅ヶ丘駅。行く先の幅が広い。この道、東急バスがかなりの頻度で通っていく。見ているだけでわかる。たまに来るじゃない。常に流れている。この周辺はまさに東急バスがライフラインを支えている。鉄道の駅が遠い不便さを運行本数で現実として成立させているのが見える。というわけで最初の鉄道空白地帯世田谷区深沢。結論としては駅は遠い。でも生活感は強い。その矛盾を解決しているのが高頻度のバス網だった。そして次の鉄道空白地帯へ。どこに空白があるのか行って確かめる。続いてやってきたのが上野になります。次の場所はこの上野からスタートします。ここは上野駅。山手線の北東側を代表する巨大ターミナル。上野は都心へも郊外へも接続できる分岐点。なのにこの後向かう場所は駅が近くにない空白地帯。上野駅から東京メトロの乗り場へ。乗るのは日比谷線。北千住、西新井方面へ。この先は東武線に直通する列車もある。東京の地下がそのまま郊外へ伸びていく感覚が面白い。ではこの北春日部行きの電車に乗車します。乗車時間は約25分。都心のビルの気配が薄れて生活圏の匂いが濃くなる。ここから先は鉄道だけじゃ完結しない。またバスが主役になる。野駅から空白地帯へアクセスする。ここは入り口であって目的地ではない。空白地帯の核心はもう少し先にある。今回の入り口駅はどこなのか。八塚駅。ここは埼玉県草加市。つまり今回は埼玉側の駅を踏み台にして東京都側の空白地帯へ入っていく形になる。一番乗り場から出る。バス停ってその街の玄関みたいなものだ。クリーム色にオレンジの東武バス。この一台が空白地帯へ向かう足になる。駅が届かない場所ほどバスの存在感はでかい。移動開始。都心から来た流れがここでバスに受け渡しされる。乗車時間は10分ほど。たった10分で駅前の世界から駅が薄い世界へすっと滑り込む。バスから降車です。ここは花畑桑袋団地というところになります。そしてここが今回の空白地帯のど真ん中になる。ここは終点。つまりここで折り返す。この場所は操車場みたいな雰囲気になる。鉄道の駅がない代わりにバスの拠点がある。そしてまさにこの辺が2カ所目の鉄道空白地帯。どんな場所なのか歩いて確かめる。バス停名の由来、その団地が実際にある。つまりここは住民の毎日の出入りが生まれる場所。こちらは乗車側のバス停になります。ここから行ける駅は3つ。でも全部東武鉄道の駅。選べるようで実は方向の癖がある。ただこの地区のメイン動線であることには変わりない。系統図も見るとここから離れた場所に別方向に行けるバスがあるようだ。周辺を移動する。ここは鉄道空白だけじゃなく行政の境界も癖が強い。地図で見ると
東京都が埼玉県にぐっと入り込んでいる。境界線がまっすぐじゃない。こういう場所は道路、河川、昔の土地利用の影響が残っていることが多い。このフェースの先は埼玉県草加市。でも団地は東京都足立区。住民感覚としては同じ生活圏でも行政上は別世界だ。この道路が都県境道路。こちらの小さな交差点が調べたら草加市と八潮市の境界でもあるようです。この駐車場は草加市じゃなくて八潮市になるようです。で、このフェンスの方は草加市です。この小さな交差点が東京都足立区、埼玉県草加市、埼玉県八潮市の境目。行政区分としてもかなり面白い場所。そしてここから各駅へはどうなるのか。この場所は東武鉄道とつくばエクスプレスの狭間。駅の位置が生活圏の中心と噛み合っていない。これが空白の正体だ。先ほどの八塚駅まで徒歩30分超え、まさに鉄道空白地帯。こっちの駐車場に来ると足立区になるのか。なかなか境界が複雑な場所です。住所は足立区花畑、23区の北端部。東京の端っこ、だけど暮らしがぎゅっと詰まったエリアだ。バス停に戻って今度は別方向へ。強盗表示が21。かなり大規模な団地帯だ。つまり人口密度は高い可能性がある。それでも鉄道駅が近くにないなら、交通の主役はやっぱりバスになる。この地図を見ると、この花畑団地が埼玉県に挟まれている場所とよくわかります。この通りは見た目と違い交通量が多い。物流の動線になっているようだ。周辺は集合住宅が多い。空白地帯といっても人が少ないわけじゃない。むしろ人はいるのに駅が近くにないタイプ。綾瀬川を渡る。かつては水質の悪さ日本一という不名誉な時代もあったようだ。あのローソンから埼玉県八潮市になるのか。コンビニ一つで県が変わる。こういう境界の近さが歩いていて何度も刺さってくる。今度はこのセブンイレブンがあった交差点から八潮市と逆側の方向に行きます。一つ隣のバス停、ここは足立区。こっちはコミュニティバスか。月水金運行。本数あるからそこそこ利用する方はいそうです。時間があるのでもう一つ隣へ。この橋を越えると埼玉県草加市。川や橋が境界になるのは分かりやすい。右手の大きな建物は草加市の、スポーツ施設のようです。この地域、行政の境界が細かく入り組んでいる。同じ生活圏でも行政が違う。今回の鉄道空白地帯は足立区花畑、そして埼玉県との都県境に位置する場所だった。地図で見ると面白い。歩くともっと面白い。さて、再び八塚駅。さっきまで都県境の空白地帯を歩いていたのに、戻ってくると急に現実に引き戻される。ここから3カ所目へ向かう。境界の空白の次は道路が主役になる空白が待っている。東武鉄道を乗り継いで、ここは亀戸駅。東京都江東区、下町の生活感と再開発の匂いが混ざるエリア。さらに移動。次の空白地帯はもっと生活の奥にある。ではここから総武線各駅停車に乗車します。この路線は東京東部の生活圏を一直線で貫く日常の背骨みたいな存在だ。乗車時間は5分ほど。この駅から3番目の鉄道空白地帯へ向かう。ここから先もまた鉄道だけでは届かない。そして
こちらの駅は JR 新小岩駅、葛飾江戸川下町地区のバスの起点となる駅だ。歩くと遠いのでバスを利用する。駅から最後の距離を埋めるのは結局バスだ。北口の駅前は、このような感じで車両が来れないようになっているスペースなんですけど、バス停はどこだろうか。このデッキの方かな。東北広場。行き先を見るとここにはなさそうだな。北口バス停、こっちか。なかなか分かりづらいな。あそこか。なかなか分かりづらいな。北口バス停到着。あとは目的地へ伸びる系統を引く。ではこの都バスに乗車します。やってきた都バスに乗車。都バスが通るということは、ここが都内の生活の本線の一部である証拠でもある。しばらく住宅街が続く。派手さはない。でも人の気配がある。15分弱ほどバスに乗車しました。バス停名は大杉4丁目。所在地は江戸川区大杉。この辺りが今回の空白地帯。周囲を見てみる。第一印象は道路が強い。交通量の多い幹線道路。道沿いにはロードサイド型の商業施設が並ぶ。駅前商店街じゃない。ガソリンスタンド、パチンコ屋、ロードサイドの定番が揃っている。ここで地図を広く見てみる。鉄道駅が近くにない。JR 総武線の各駅、都営新宿線の各駅、どちらからもかなり距離がある。新小岩まで徒歩30分オーバー。他のどの駅からも徒歩圏内とは言い難い。だからここでもバスが重要になる。駅が遠いのに賑やか。これが大杉の空白地帯の特徴。空白地帯イコール静かとは限らない。道路一本入ると住宅街。大杉はロードサイドの顔と住宅地の顔が背中合わせだ。ここは環七通り。東京の物流と移動を支えるリングで通行量が多いのも当然だ。ピカソ、釣り具、牛角。店のラインナップが豊富。駅前じゃなくても生活の需要がここに集約されているのがわかる。さらに先には国道14号線との交差点。幹線×幹線。この組み合わせはロードサイド商業が強くなる典型だ。一つ隣のバス停に到着。このイエローハットの隣に次のバス停がありました。この大杉第二小学校というバス停には先ほどとの都バスとは別の系統も止まるようです。シャトルセブンという名称がついているようです。出発は小岩駅もしくは常磐線の亀有駅ですね。そしてこのバス停を止まった後は一ノ駅、東京メトロの葛西駅、最終的には東京ディズニーリゾート。さらに時刻表を見てみると、先ほどの都バスよりシャトルセブンの方が本数が多く、1時間に3本もしくは4本というような運行ダイヤ。その名はシャトルセブン。東京の東側を縦に結ぶ強力な路線だ。さっきの都バスより本数も多い。バスとしてはシャトルセブンの方が動線力があり、地域を支えているようだ。反対車線側の方にも少し行ってみたいと思います。反対車線の方を少し歩いていると、以前少し話題になった自販機を見つけました。これは1回1000円のガチャ。商品は小型電化製品がメインですが、特徴は見てみると任天堂スイッチもしくはプレステ5。本当に当たりあるのかな。下町のシンボル東京スカイツリーがよく見えます。見えていたパチンコ屋の前に環七最古の遊技場と書いてあります。本当なのかな。あ、行っちゃった。
ちょうどバスがシャトル7と車体に書いてありました。ということで3カ所目の鉄道空白地帯、江戸川区大臼に。ここは静かな空白じゃない。幹線道路と商業施設が作る賑わう空白だった。今回は世田谷区深沢、足立区花畑、江戸川区大臼に3カ所の鉄道空白地帯を訪ねました。深沢は学校と住宅地が静かに並び、東急バスが生活を支える落ち着いた空白。花畑は津堅郷の複雑さがそのまま街の形になった教会の空白。大臼には幹線道路とロードサイドの賑わいが主役になる賑わう空白。どの場所もそれぞれに特色があり、趣のある場所でした。